ボロ旅館のせがれとか将来性ない。お前本当に継ぐつもりなの？同級生の原野は僕の進路について嘲笑った。というのも、人を見下すのが得意そうなこの男は、誰もが知る大手出版社への就職が決まったからだ。鼻高々に原田は僕のことを眺めている。どうせ潰れるのも時間の問題だよ。そしたらお前の人生はお先真っ暗だ。どうすんだよ、そうなったら。うるさいな。別に君には関係ないだろ。原野は苛立つ僕にさらに畳みかける。負け犬。お前はいつだって俺よりも不幸者だ。負け犬。実は大学生の頃、僕が当時付き合っていた彼女を原野に取られたことがある。原野は僕と違ってクラスでも目立つ方だし、女子からの人気も高かった。そんな彼に言い寄られて、負けてしまった彼女が悪いが、引き止めることのできなかった僕にだって何か原因があるだろう。僕は昔から自分に自信がある方じゃないし、そんなに明るい性格でもない。もしこれからも一緒に過ごすならば、誰だって原野を選ぶだろう。そうして彼女を奪われた僕が継いだ旅館に、ある夜一人の女性がやってきた。すみません。泊まろうと思っていた旅館の予約がうまくできていなくって。急で申し訳ないのですが、今日は空いていませんか？大丈夫です。一室空いていますよ。僕の言葉に安堵した様子を見せた女性。彼女との出会いが僕の人生を大きく変えることとなる。ゆきや、これお願いね。僕の名前は太田ゆきや。代々続く太田旅館の13代目亭主となる予定だ。まだ貫禄もない僕からは憎めないオーラが出ているらしく、なぜか年配客に可愛がられている。10室ほどしかない小さな旅館。近年、駅横にできた巨大なプール付きのホテルに客を取られつつあるが、なんとか切り盛りできている。それもこれも、根強いリピーター客のおかげだ。旅館を継ぐのならと、僕の両親はそろそろお嫁さんを連れてきてほしいと切に願っているのだが、僕は大学時代に付き合って以降、彼女を作らなくなってしまった。女性恐怖症とまではいかないが、トラウマを植え付けられてしまったのだ。僕は大学2年生の時に、かな子という女性と交際を始めた。僕は行く先々において全てが新鮮。かつ、今までに感じたことのないほどの温かさに包まれていた。こんなにも誰かを慈しみ、互いに尊重し合うのは初めてのことだったから。ゆきやって本当に物知りだね。いろんなことを知ってる。そうかな子に褒められて、僕は自慢げに鼻を鳴らす。昔から読書が趣味で、道に咲く花にも詳しかった。うんちくを話すのも得意で、かな子はそんな僕の話を興味深く聞いていた。傍から見てもお似合いの二人だと友人に冷やかされ、僕自身もそう思っていた。しかし、それを面白くないと思う人間がいたんだ。それは、僕の高校時代からの同級生、原野だった。原野は昔から何かにつけて僕のことを目の敵にしていた。そしてかな子との別れは思わぬ形でやってくる。ある日、かな子に呼び出され喫茶店に行くと、なぜか彼女の隣には勝ち誇ったような表情で原野が座っていた。別れる？かな子はどうやら原野に言い寄られているらしく、彼と付き合いたいと言い出したのだ。僕にとっては、まさに寝耳に水のような発言。原野くんといるとすごく楽しいの。刺激的で面白くて。正直、なんで今までゆきやくんと付き合ってたのかなって。ちょっと待ってくれよ。全く話が読めないんだけど。動揺してばかりの僕を前に、原野は余裕たっぷりな表情でかな子の肩を抱いてこう言ったのだ。俺の方がいい男ってことだよ。と。僕にとって突然過ぎた恋の結末だった。この別れのせいでもともと軽い方だったのに、
さらに体重が3キロほど落ちてしまった。しばらくは塞ぎ込む生活が続いていたのだけど、父があまりにもしつこく旅館に立つように言うため、しぶしぶ着物に腕を通すようになった。いつかきっと、かな子よりいい女性が現れるに違いない。そんな期待感と、もう女性には期待したくないという絶望感との狭間で、とにかくがむしゃらに日々を過ごした。いつの間にか僕は大学卒業の日を迎えていた。大学を卒業してからというもの、かな子にも原野にも一切会わなくなった。原野に関しては東京に出たという噂もあった。こんな田舎町、早く出て行ってやると意気込んでいたのを知っていたので、原野の母親から話を聞いたときは、自分の中ですんなりと納得ができた。それと同時に、この町からいなくなったことを嬉しいとさえ感じた。あの二人は、遠距離恋愛でもしているのだろうか。あるいは、別れたのだろうか。そんな風に、原野とかな子のことを考えたけれど、もう僕には関係のないこと。またあの別れた日のことを思い出しそうで、必死で仕事に打ち込んだ。それは、旅館を継ぐ修行を始めて5年後のこと。ある日、原野がいきなり旅館を訪ねてきた。彼は見るからに高級スーツをまとっており、先の尖った革靴を履いていた。いかにも都会のやり手サラリーマンといった雰囲気だ。よう、地味を、元気にしていたかよ。なんだよ、いきなり。昔と変わっていない原野の態度に僕はうんざりしながらも接客する。旅館のロビーに置かれているソファーに座る原野に中江が麦茶を運んでくると、彼は会釈をした後すぐに飲み干した。お前さ、本当にここ継ぐの？田舎のボロ旅館の息子とか将来性ない。早くきちんとした会社に入った方がいいぜ。原野は失礼な言葉を投げた後、胸ポケットから名刺を取り出す。そこには誰もが知る大手出版社の社名が入っており、その下には営業部原野道隆と記されていた。突然僕の旅館にやってきたのは、どうやら今度雑誌の特集で隠れ家的な旅館を記事にするらしく、下見に来たと言うけれど、実は僕のことを馬鹿にするために来たのではないかと疑ってしまう。俺、転職したんだ。もうマジで合コンでモテまくりだよ。この名刺見ただけで女の子たちは大騒ぎ。ふふんと自慢げに語る原野に思わず僕は尋ねる。かな子は？かな子？ああ、お前の元カノか。別に俺たちは付き合ってたわけじゃないけどな。一晩ちょっと相手したくらいで、あいつが調子に乗っただけ。原野の言葉が、だんだんと遠くに聞こえるようになってくる。そんな僕にお構いなしで、原野はかな子の近況を語った。原野を追いかけて、彼女も東京で就職をしたこと。音沙汰がなくなったと思ったら、原野の転職先を聞きつけて、合コンをセッティングしてくれと言ってきたこと。一度だけセッティングしたことあるけど、かな子のやつ、自分以外は化粧気ない地味な女ばっか連れてきてさ、こっちは気合い入れて知り合い呼んだのにさ、自分だけちゃっかり男と途中で消えていって。あんなにも恋焦がれていた元カノは、どうやらすっかり人が変わってしまったようだ。とにかく、俺は人生成功してんだよ。それをお前に見せたかったわけ。あ、よかったらこのボロ旅館、記事にしてやってもいいぜ。そしたら少しは繁盛するんじゃないか？余計なお世話だよ。僕は怒りをこらえながらそうつぶやいた。おいおい、俺はお客様だぞ。そんな失礼な態度取っていいのか？煽る原野に必死で怒りを抑えると僕はこう言った。君の力を借りずとも、この旅館は潰れやしないさ。ご忠告ありがとう。僕はそう告げると立ち上がり丁寧にお辞儀をした。またお近くにお立ち寄りの際は、ぜひこの太田旅館へ。僕のこの対応に苛立ったのか、原野はちっと舌打ちして
足早に旅館を出て行った。彼のような人間に借りなんか作りたくない。僕は原野が帰ったことを見届けると、彼から受け取った名刺を手のひらで握りつぶした。そして数年後、僕は予定よりも早く旅館を継ぐことになった。父が腰を悪くしたため、一日中旅館にいることが難しくなってしまったからだ。雪谷にお嫁さんが来てくれたらね。私も早々に引退できるのに。母は頬杖をつきながらため息を漏らす。僕にお嫁さんが来てくれないことを嘆いているのだ。若い仲居は数名いるけれど、残念ながら全員既婚者である。雪谷、誰かいい人いないの？いない。母は半ば倒れ込むようにしてソファーに座る。そんな即答しなくてもいいじゃない。はぁ。二人の間に何とも言い難い気まずい雰囲気が漂っていると、がらりと玄関が開いた。あら？まだ受付時間には早いわよね。チェックイン受付は午後3時。時計に目をやると、まだ午後2時である。玄関に立っている女性はグレーのパンツスーツ。ちらりと見える高級そうな時計が都会的な印象だった。ご予約のお客様ですか？すみません。チェックインは午後3時からでして、お荷物はお預かりできますよ。立ち上がった母がそう女性に告げると、彼女は静かに首を振った。すみません。泊まろうと思っていた旅館の予約がうまくできていなくって。急で申し訳ないのですが、今日は空いていませんか？女性の話を聞き、僕は今日の予約を確認する。繁忙期ではあるが、幸いなことに一室だけ空いていた。大丈夫です。一室空いていますよ。僕の言葉に女性は安堵して笑顔を見せる。よかった。井上あさみと申します。時間までその辺を観光してきますので、本日はよろしくお願いします。そう言って丁寧に頭を下げる彼女に僕も母も好印象を抱いた。井上さんは大きな荷物をフロントに預けると、また来ますと玄関を出ていく。そんな彼女の様子を眺めながら、母はため息混じりにこう言った。都会の女性って感じね。それにしても、こんな地方に女一人でスーツ姿なんて、出張とかかしら。まるで、テレビドラマの探偵気取りな母の言葉に、僕は思わず笑ってしまう。母さん、お客様にくつろいでもらうためにも、そんな詮索は不要だよ。僕の言葉に母は振り向くとこう言うのだった。さすが、13代目亭主は言うことが違いますね。大変失礼しました。そう。僕たちの仕事はお客様に非日常の空間でのんびりくつろいでもらうこと。間もなく訪れるお客様のためにおもてなしの準備を進めるのだった。井上さんの正体が分かったのは夕食の準備中だった。部屋に料理を運んでいる最中、熱心に井上さんが目を通している雑誌に母が反応したのだ。その雑誌、私もよく読んでいます。特に旅館特集は毎回丁寧に取材されていて読み応えがあって。まあ、読者の方でしたか。そんなに褒めていただき嬉しいです。にっこり笑って顔を上げる井上さんの言葉に驚いていると、彼女はこう告げた。実は私、この雑誌の編集長なんです。まさか、そんな偶然があるなんて、と僕は思う。そう、この雑誌を作っている出版社は、僕の同級生である原野が転職した会社なのだ。そしてそれは母も知っている。ちなみに母は原野と僕があまりいい関係でないことは知らない。そうでしたか。それじゃあ原野くんって子、働いていませんか？うちの息子の同級生でして。井上さんが編集長と知り、母はすぐに原野のことを話し始めた。すると井上さんは思いもよらない事実を打ち明けたのだ。ああ、派遣社員の原野くんね。と。
派遣社員？耳を疑った僕は思わず身を乗り出した。彼、派遣社員なんですか？数年前にここに来て転職したとか言って。ええ。うちは大手だから派遣社員やアルバイトも多く働いているわ。彼と仲がいいなんてちょっと意外です。だって地元愛とかあるタイプに見えませんし。あ、いえ。僕はとっさに話をごまかす。まさかあんなに僕を見下してきた原野が派遣社員だったなんて。我が出版社は狭き門ですから。もちろん、優秀な派遣社員やアルバイトを正式に社員として採用することはありますが、言葉を濁す井上さんの様子から、原野がそこまで評価が高いとは言えなさそうだ。井上さんは多忙ゆえになかなか休みを取ることができず、やっと旅行に行くことができたのだと話す。まさか予約したつもりで、実は来月に予約していたなんて、我ながら残念すぎますよね。それほどお疲れだったんですよ。どうぞゆっくりしてくださいね。母は井上さんをねぎらうように笑顔を向けた。それを受けて井上さんは安心した様子で笑う。一見クールでとっつきにくそうな印象の井上さんだが、目尻を下げて笑う顔はどこか幼さが残っていた。お夕食が終わりましたら、ぜひ当旅館の裏庭にも足をお運びください。この時期はホタルが飛んでいて幻想的な雰囲気を楽しめますよ。あ、よかったら息子がご案内します。思わぬ母の言葉に僕は思わずぎょっとする。井上さんは一人でゆっくり過ごしたいかもしれないじゃないか。しかし、そんな僕の心配は無用だったらしい。わあ、嬉しいです。ぜひお願いします。そう言って僕を見て頭を軽く下げる井上さんに、もちろんです、と返したのだった。大田旅館が小さくこじんまりしていても、リピーター客が多い理由の一つでもあるホタル鑑賞。本来ホタルは5月中旬に見られることがほとんどだけど、旅館があるこの辺りは標高が高いこともあって7月中旬頃から見られるのだ。足元に気をつけてください。井上さんをゆっくり案内する僕は真っ暗な道で転ばないようにと気を使う。少し進んだところで井上さんは簡単な声を上げた。ふわー、綺麗ですね。川の流れる音と辺りに優しい光が満ち溢れる。井上さんがそっと手を伸ばすと、一匹のホタルが彼女のか細い指先に止まった。東京ではなかなかホタルを見ることができないでしょう。僕はホタルを愛おしそうに眺めて話す。この子たちと一緒にいられるのはわずかばかりの時間ですが、そんな貴重な時間を毎年ここで過ごしてくれることが何よりも幸せなのです。また今年も会えた。そんな風に思うのだ。ええ、本当に。私、今日ここに泊まれて、この景色を見れて、よかったです。井上さんはしばらく何も言わずにホタルの光を眺めていた。しばらく一緒にホタルを眺めていると、井上さんがこう言った。そういえば、さっきはごめんなさい。原野さんとあまり仲が良くないのに、私って。え？ほら、原野さんの話になった途端、太田さんの顔色が曇ったから。僕は鼻の先をかきながら自分がプロ意識を忘れ、素の表情を見せてしまったことを後悔した。旅行先でお客様に気を使わせてしまうなんてあってはならないことだから。こちらこそすみません。まさか顔に出ていただなんて。私、職業柄モデルさんと仕事することもあるから表情には敏感なんです。言葉ではいいと言っていても顔を見ればなんとなく嫌な雰囲気が伝わってくるというか、もしよければ少しでも聞かせていただけませんか？僕は不思議なことに、初対面なのに井上さんには心を開きつつあった。暗示とまではいかずとも、彼女には自然と自分の話がしたくなる。編集長という
彼女の仕事がそうさせるのだろうか。僕は信仰心を持っているわけではないが、ゆっくりと懺悔するように、あるいは救いを求めるように話し始めた。原野との因縁、そして旅館に対する彼からの軽蔑。この話を終え、眠りにつく頃、もしかしたら僕は後悔するのかもしれない。初対面の、それも彼の上司に対して一方的な感情をぶつけてしまったことを。それでも、話さずにはいられなかった。彼女に赤裸々に打ち明けることで、長年自分の中にあったもやを晴らしてもらえるような気がしたから。そんな僕の気持ちをまるで知っているかのように、井上さんは何も言わずに優しく耳を傾けてくれた。話してくださってありがとうございます。思い出すことで、気分を害してしまいましたよね。ごめんなさい。いえ、私こそ初対面なのにこんなに話してしまって。でも、すっきりしました。今までずっと気にしていたものですから。こうして誰かに初めて自分の気持ちを聞いてもらえたことで、過去はもう振り返らないでいられそうです。僕の言葉ににっこりと井上さんが笑みを浮かべる。自分の心を救済してもらえたような、久しぶりに清々しい気持ちを感じた。原野とのこと、元カノであるかな子のこと。長い年月がかかったけれど、僕はようやく前に進み出すことができた気がする。翌朝、チェックアウトの際に井上さんはこう告げた。本当に素晴らしい旅館でした。もしよかったらこの旅館を記事にしてもいいでしょうか。井上さんの提案に僕と母は驚きながらも快諾する。ええ、もちろんです。ありがとうございます。大手出版社の雑誌に取り上げてもらえるなんて、こんな名誉なことはないだろう。これから作っていくので、掲載は数ヶ月後だという。喜ぶ母の隣で、僕は深々と頭を下げた。またお休みが取れたら、ぜひお邪魔させてくださいね。井上さんはそう言って旅館を後にするのだった。セミが鳴いている林を歩きながら、彼女は編集部に電話を入れる。もしもし？うん。原野くんのことだけど。彼、今月でクビにするわ。確か契約更新だったわよね。ずっと持っていた違和感がやっと自分の中で整理できたの。ええ。みんなからも不満は上がっていたし、編集長としてこれ以上好き勝手はさせられない。そう。実は原野の悪い噂は編集長である井上さんの元にも届いていた。大手出版社の社員だと誇張してあちらこちらで女性を引っ掛けている。新しく入ってきたアルバイトの女の子がすぐに辞めたと思ったら原野が絡んでいる。などなど。とにかく女性関係にだらしなく派遣社員ながら高圧的な態度で仕事がやりづらいのだと何人かから相談されていた。人手不足でなかなか決断できずにいたけれど、今回の旅行でようやく決心が固まったわ。それに素敵な旅館を見つけたし、いい休暇になった。思わぬ旅行でいい記事が書けそうなことに期待を膨らませながら、彼女は東京に帰るべく電車に乗り込むのだった。数ヶ月後、原野が地元に帰ってきた話を人づてに聞いた。出版社を辞めて何やら新しい事業を始めるだとか豪語しているのだとか。どうせまた自慢しに僕のところへ来るのかと思っていたけれど、一向に顔を見せないということはうまくいっていないからだろう。自分が調子がいい時だけ僕を見下しに来る。そんな男だからだ。だけど、僕はもう自分を悲観したり卑下することはないだろう。井上さんと過ごしたあの夜、僕は自分の過去を整理できたのだから。そして太田旅館は井上さんが編集長を務めている雑誌に大々的に掲載された。その日から予約が殺到し、数年ぶりに活気を見せ始め、忙しく充実した毎日を過ごしている。
見本紙と共に添えられていた手紙には、また来年伺います、と可愛らしい文字でメッセージが書かれていた。僕はそのメッセージカードを大事に胸ポケットに入れ、お守りにすることにした。これからもきっとこのカードは自分に自信をくれる。そんな気がしたからだ。いつかまた井上さんと会う日が来たら、その時は以前の僕よりもいくらか成長した姿を見せられるように頑張りたい。そう考えながら旅館を訪れる人々に笑顔を向ける僕なのだった。